これがおすすめです。サワラの季節ですね。自分ならこれかな。車庫は小持ちです。リチポンママさんが接客してます。ゴールデンウィーク前ですけどまだ緑。4月の後半でまだ緑。昔のようですね。去年なんかね3月の後半でもう白かったですね。あと今年は海苔少なめでした。パソコンが壊れまして、せっかくフグ取ったのにデータがなくなりました。なので今日頑張ってフグが取れたらいいなということで沖行ってみたいと思います。では行ってみましょう。あれからもですね、チヌは一応毎日200キロから250キロ、最高255キロでした。だから当然今日もね一応チヌは狙っていきたいと思います。まだ薄明るい日暮れ前の市場です。だいたいねいつもこの日が暮れる前はほぼ何もいません。だからあんまり早く出てもね意味ないんですよね。今日ももう網が細いんでカットになる可能性高いんですよこれ。おらんすぎやろ。あでもあらまあでもこれならおらんすぎってことないですね。名古屋フグいいし、おこぜにゲタに、わかめにって拾いませんけど、あイカやん。しかも去年少なかった尻焼けの方、パープルイカの方ですね。あガラが見え始めましたね。ガラエビだんだん増えると思いますけど今年は少ないかもしれないですね。なんかそんな気がします。これならまあ悪くはなかったと思います。これがハリイカならもっと良かったですけどね。やっぱりハリイカの方がね甘みも食べた時のツヤもありますね。こっちはちょっと甘み少ないし硬いですね。あと金銭ガニ見る年と見ない年があります。今年は見れるそうです。毎日そうなんですけど下り返しに何を狙うかがポイントなんですよね。満潮へ行く時です。フグ狙うかチヌ狙うかカニ狙うか。今んとこ夜行き出してフグ3つ取りましたけど全部下り返しです。同じとこです。さっきとカニまでおるし、カニもねでももう出しちゃってるやつがいるんでね、こういうの当たるとほんとラッキー。嬉しいですね。ナイスナイス。いくらいたんでしょうかね。でもこれでもまだ少ない方ですね。ボーナスタイムは多分3倍ぐらい入ってくれることを期待したいと思います。これいつもほんと悩むんですよね。だからこのままチヌ取り続けるか他のものを狙いに行くかいつも悩みます。やっぱり冒険した方が楽しいですからね。他のとこも行ってみたくなるんですよね。おおでっかいですね。ハモあらちょっとすれとるな。あれ逃がそうかな。もうここで取ったことないですね。初めて。予想外。
もう絶対白子っすね。形からしてね。僕ね撮ってるんですけどね、動画消えちゃったんですよね。だから今日追ってくれたらいいなと思ったんす。天然の証、尻尾が怪我してない。やったー。一応やっときます。お祈りの儀式やりました。嬉しい。ちなみにですね、上り返しです。下り返しじゃありません。でも今日昼の人がね、上り返しで撮ったって言ってたんですよね。撮影できてよかったです。動画消えちゃったんでがっかりしてたんですよね。皆さんにお届けできんかなと思って。でもよかった。柄も綺麗。やりました。これサムネかな。こうか。気づかなかったけどカニも入ってましたね。さすが一応ボーナスタイム。とにかくナイス。もうなんか寂しい感じ。ボーナスタイム一番で終わりました。でかっ。あら2枚おったんか。ナイス。珍しい貝おった。自分が YouTube 始めて2年目ぐらいですね。このピンクバージョンと白バージョン2個いっぺんに撮ったんですよね。でそれからこの白バージョンがなかなか見つからんかって、ちっちゃいのはいたんですけどね、このサイズはなかなかいませんでした。ピンクのやつは食べたんですけどね、刺身で食べるとしわい、あまり美味しくないですね。火を通すとね美味しかったです。おそらく玉木貝、マテ貝もおった。自分が大きい木出した22年前はですね、結構いたんですよね。底引きにも入るぐらい。まああんまり入るもんじゃないんで、いるのはいるんでしょうけど、久しぶりに食べてみましょうかね。まあ昔食った記憶ではあんまり美味しいようなイメージはなかったですね。他の貝に比べてですけど。さっきのフグか。どちらにしてもちょっと潮が行き出して汁がねあんまり少なくなったんで、他のとこ行ってみましょうか。他のもん狙ってみます。まあもちろん汁もですけど、今10時ですけど、霧に1つ針玉が10キロ入れてます。7つ8つ、今80キロですね。何が入っとんこれ。買い物かご。買い物かごの中になんかいいもんいたらいいですけどね。ゲタ、シャコとゲタでした。買い物かごの中。ゲタ結構見えましたね。7、8番見えたと思うんですけど、いやーでもただここは夜のが大変すぎですね。こりゃここはどんな感じでしょうか。お、ゲタハリか、ありましたね。やったー、ハリか、嬉しい。さっきのシリ焼きより圧倒的に美味しいですよね。煽りよりもこちらが好きかな、自分は。でこれよりケンサキイカの方が好きかなっていう感じですね。さらに魚場変えてみました。
もなんか同じっすね。でもこっち落ちてきた。赤ゲタが西貝に変わったぐらいのもんでしょうか。お、シャリゲタおるやん。なんとシャリゲタ珍しい。美味しいっすよね。赤よりも自分はこっちの方が歯ごたえがいいんで好きですね。弾力ありますよね。塩焼きが好きです。赤は漬けが好きです。意外に美味しい大あさりのちっちゃいやつ。大きいやつよりちっちゃいやつも美味しい。こっちおらんし。おこてが何匹か見えだと西貝がいっぱいで。西貝だらけですね。でもちょっと無理です。体が持ちません。あと網も持たない。最初にいたハモよりでかいんじゃないですかこれ。すごい綺麗だし。めっちゃでかいにしよった。サザエより圧倒的に美味しいと思いますね。貝ゾーンを脱出するために短めにこぎました。貝殻の墓場はね3箇所ぐらいあります。おお特にヒラメにでも意外に50ないんですよね。こういうなんでもね45から47なんですよね。これだけでかくても。貝殻の墓場やってたらね結構珍しいもんがいます。の生貝見つけた松山忘れ中身ありです。そんなに美味しい貝ではないですね。瀬戸内でかっ。シャックルが飛んじゃってるんですよね。直さないといけません。何匹だかなこれ。実は7つ目ぐらい。もしくは歯ぎしりの音カメラ入っとるかな。カニいらっしゃい。パソコン壊れて非常にがっかりしてたんですがカニまで入っとるしやっぱりボーナスタイムねえ非常にがっかりしてたんですけどやっぱり神様はちゃんと撮影させてくださいました。やりましたと思った。水でしょうね。
素晴らしい。こっちにしようか、サムネ。2つね、1日。見事に白子でした。オスです。やったね。はい、お疲れ様でした。先週トラフグ3匹おったやん。はい。ちゃんと撮影できたけど、うん。パソコンが壊れてしまって、はい。データが取り出せなくなりました。は非常に残念なことですが、なんと神様は私たちを見放しませんでした。い。なんと。しっかり撮影できました。はい。これは。おるんすか。生まれました。ああ、やったー。かわいこちゃん。かわいこちゃん。男の子ですか、女の子ですか。男の子です。やりました。それだけではないんです。何。おお。おー、ちょいなんか色が綺麗やね。ほんまじゃ。元気じゃし。2つ。2つ。しかも結構狙って2つとも。おお、すごい。行きましたね。こっちよ。男の子。男の子です。やりました。2台目できました。こんな感じで生まれました。よかったです、本当に撮影できて。よかったです。いやもうがっかりしとったけん。うん。皆さん今日もハードワークお疲れ様でした。9代目におすすめされたので買ってみました。楽天で調べて見た瞬間からめちゃくちゃうまそうやなと思いました。色がもうね、熟成された色ですもんね。秘蔵木だる熟成9代目宮本。なんと米焼酎らしいです。米はですね、日の光を使ってるそうですね。岡山県もね、日の光が主流です。昔はね、あけぼのっていう米が主流だったんですけど、今はもうほぼ日の光ですね。その日の光を使った焼酎です。大下るで熟成して17年ものです。17年熟成米焼酎。もう聞いただけでも美味しそうですけど、まあ果たしてどうなのか。どうしてもウイスキーと比べそうになってしまうと思うんですけど、ウイスキーと比べないように飲んでみたいと思います。楽しみですね、これは。もう色が最高ですね。こんな色の焼酎見たことない。アルコール度数は35度です。ああ、うん。もうちょいスモーキーですね、この時点で。いただきます。おお、驚き。これはうまい。いやー、おお、びっくりです。本当にこんな焼酎がこの世の中にあるんじゃ。今まで飲んだ焼酎超えてきましたね、完全に。これはびっくりした、本当に。いや、教えてくださってありがとうございます。スモーキーさもあるし、さすが17年ですから、ボディ感、深みとかもありますね。木の香りもするし、スコッチウイスキーと比べないようにと思いましたけど、比べてもいいぐらい、まあ、もちろん香りとかがね、そんなこう、まあ、自分が小麦好きっていうのもあるかもしれませんけど、香りに華やかさは感じませんけど、いや、コクが素晴らしい。本当に後味もすっきり、糸を引かないというか、ただ余韻はちゃんとあります。ここから先は溶けていく氷で加水された米焼酎を味わっていきたいと思います。直売所セットです。わかめの軸とイワシがあったんでね、もうイワシは自分はもうこの動画で何回も言ってますけど、刺身界最強生物だと思ってます。勝てるやつある？これに。まあそれぞれ皆さんね、勝てるやつがあると思いますけど、自分の中ではちょっとない。これ生しらす、あとイワシか生しらすですね。タケノコをいただいたんで、旬はやっぱりタケノコご飯です。山椒の葉っぱ育てるの毎回失敗してると言いました。山椒の葉っぱ、なんと近所の人たちがたくさん植えてたので、植える必要なくなったようです。いくらでもくれます。でいただきました。近所の方の山椒の木はもうでかい。はっきり言っても木です。もう本当にわかめの茎はもう今は葉っぱはねゴリゴリなんで、茎の方がね、茎もゴリゴリかといえばまあゴリゴリなんですけど、茎がしっかり育ってるんで、2月のわかめはね葉っぱが美味しいんですけど、茎がやっぱひょろひょろで細いんですよね。今はもうしっかり育って
茎ももう歯応え抜群で3倍酢です。あ、溶けると加水したらちゃんと焼酎の味になりますね。ストレートで飲んだ時はほんとこうウイスキーに近いなと思ったけど、加水していくことでちゃんと香りが焼酎になってきました。刺身界最強のイワシをではいただきたいと思います。贅沢にいただきたいと思います。いただきます。わさび大好きたっぷり派。溶ける。それにたけのこご飯ですね。いただきます。おお、まさかのイワシ超え。イワシ大好きなんですけど、たけのこご飯がおこげの部分をいただきたいと思います。おこげいただいて、ちょっとなんかこうね、質素な感じなんですけど、ほんまに素晴らしい。感動があります。やっぱ旬のもんがうまい。今日は焼酎も美味しかったし、最高でした。今回もご視聴ありがとうございました。にゃ、これみやこはここでした。よしよしよし。ご飯食べてね。